こちらが靴箱です。開けるとこんな感じ。靴はそんなに持ってない方かな。最近買ったルタロンのサンダルよく履いてるので一番取りやすいところに置いていて、あとはたまにスニーカーが履きたくなるのでその時にスニーカー履いたりしてます。で、こっちが日傘置き。この日傘カバーなくしちゃったのでそのままかけていて、こういうのはカバーごとかけてます。折りたたみ傘なんですけど 3COINS で買って 4,5 年くらい持ってます。丈夫。あとは雨の日に差す折りたたみじゃない傘、それが2本あります。靴箱はこんな感じです。ベッドは前のお家から使っているものをそのまま持ってきました。このベッド元は黒とか茶色っぽい色だったんですけど、妹が遊びに来た時に一緒にペンキで塗った思い出のベッドで、本当は買い替えてもいいかなって思ったけどそのまま持ってきました。これなんかちょっと汚いけどティッシュ、ハーフティッシュでハンドクリーム、あとはちょっと眩しい時にサングラス用意してるんですけどあんまり使いません。で、これはフランフランで買ったもので、クッションはどこで買ったかな、ニトリとかで買った記憶があります。これはすごいシワシワ洗ってそのままつけただけだから。最近買った夏用の掛け布団、このポンポンがついてて可愛いなと思って買いました。なんかそんなにボリュームないけど全然今の時期ちょうどいい厚みのお布団です。こっちは今お見せできないけど靴下とか、あとハンカチが入っています。洗濯したクッションをそのままここに置いていて、これも洗った枕カバーとマットレスカバー、たまに目が疲れたなっていう日に使う蒸気でアイマスク、これは3枚ですね置いてます。ゴミ袋用のビニール袋と、これはなんかいい香りがするから一緒に置いてます。本当は乾燥機とかに入れたりするみたいだけどここに置いたりとかもしてます。今はしてないけど、はい、本当にこの引き出し付きのベッドが便利すぎてここにたくさん収納できるから、もしベッドこれから買うっていう方がいたらおすすめです。これは私が買ったのじゃなくて友人からもらったベッドなんだけど、引き出しついててよかったと思いました。足元のところです。冬用のライトなんですけど、本当はしまいたいけど置き場所がないのでここに置いてます。でもそろそろ秋が来るからいいかな。たまに使うマッサージ機を置いてます。最近疲れるってことがそんなにないからあんまり使ってないかも。前のお家で丸テーブルを買う前はここでいつもご飯を食べてたんですよ。懐かしい。結構物置いたりするのに便利だから持ってきてよかったです。フランフランで買ったミニ扇風機とお布団乾燥機ですね。これ梅雨の時期とか本当に便利でした。見た目もウッドとホワイトで気に入ってます。防水だけど空の瓶ですね。オーパラディ空の瓶を持っていったらスタンプ1個と交換とかだったので今こっちにこうやって集めてます。これとこれは空で、これはまだたくさん入ってます。緑が足りなかったので緑をリビングルームに置いてたんですけど、これをベッドルームに持ってきました。これが IKEA で買った引き出しでいろいろ縛ったりするのとか、あとは昔のスケジュール帳とかが入ってるかな。でこっちにはこの箱があって中にたくさんボタンとか
あと刺繍糸とかが入ってます。でカーテンがこんな感じ。そう、カーテンを前の家からそのまま持ってきたものを使ってるので、横幅はギリギリあったけど下が足りない。これぐらい。このベッドルームは夜寝る時かお洋服を着替える時にしかここに来ないので、カーテンはそのままでも大丈夫かなと思ってこのまま使ってます。全身鏡、これも前のうちと同じものですね。アクセサリーコーナーとあと香水コーナーです。ここからピアス取ったりしてライトに当たったら手を振るんですけど、こちらはお気に入りの香水コーナー。香水のことについてはサブチャンネルでアップする予定なので、そちらをね見ていただければと思います。あと2つくらい狙ってる香水があるので、これからもっと増える予定です。こちらは花ポストの第2弾の香水です。結構細い形の香水だからそのまま立てるとすぐ倒れちゃうので、こういう入れ物に入れてます。これは元はキャンドルホルダーでした。でも今は香水を入れるものに使ってます。キユカで買ったゴミ箱で、若干出てるけど、ここもね出てるけど、ビニール袋入れる時にコツがあって、まず一度ビニール袋を普通に入れて、その時はここがもうはみ出てる状態で中に手を入れて、ここでちょっと調節する。そしたらビニール袋がこうやって見えにくくなります。今はもっと簡単にビニール袋が見えなくなるゴミ箱とかもあるので、いちいちこうやって調節するのがめんどくさいって方はそういうのをおすすめします。こちらがクローゼットです。このお家私本当に好きで、どの部屋も気に入っているけど、もうここだけがちょっとね残念ポイントでした。こっちにワンピースとかこういうスカートとか全部かけてます。これもねお気に入りのブラウスで、あとは畳むものは畳んで置いてます。下の2段はカバン置きになっていて、マスクこのまま上に置いてる。前のお家だったらもっと余裕を持ってお洋服をかけることができてたので、このお家でもそうしたかったんですけど、そこがねこの狭さでは難しかったですね。で下にこうやって仕事用のカバンとか旅行用のカバンを置いてます。この広さでスーツケースとか、あと冬物の洋服はどこに置いているんだって思うかもしれないけど、そこはまた別の場所があるんですけど、そこだけはこのルームツアーではちょっと映すことができないので、こことあともう一つだけそんなに広くはないけどスペースがあるっていうことをお伝えしておきます。これは日常の Vlog でもちょっとだけ登場したフェイクグリーンの観葉植物です。もうちょっと寒くなってきたらベッドルームか玄関か廊下のところに移動する予定です。そしてここにちょっとした扉があります。ここにオリジナルのカレンダーを貼っていて、あと花ポストのグッズですね。でここを開けるとこんな感じになってます。こっちにはもう決まった予定を書いていて、で裏側には今月の目標をたくさん書いてます。で上から紹介するとお料理のレシピのファイルがあって、であとこっちに友人から最近プレゼントでいただいた本があって、ルームスプレーであとちょっとしかないけど、今これと全く同じ香りをお店で見かけなくなっちゃったから、もう大切に使っているルームミストです。アルコールスプレーですね。キユカで買った入れ物で、
取っ手がついてるのですごく取り出しやすいです。で、中にはちょっと見えてるけど網戸用のスプレーがあったり、あとは虫除けアースのスプレーとか観葉植物用の肥料が入っています。だからこの中には今いろいろ入っている状態です。ティッシュの補充を並べておいています。下の段が、前はこのアクリルの台がなかったので上の空間がもったいないなと思っていて、でこちらを無印で最近購入しました。指輪を置いていて、これは海外で買ったものだったと思います。小鳥の置物を。上の段にはよくカバンの中に入れているものを置いています。まずお財布で、スティック状の日焼け止めで、ピカジェルで、後ろにはパチパチ音が鳴るキャンドルもここに置いてます。カバンの中に入れているものは一旦その日で取り出すようにしているので、その取り出したものをこっちに置いてます。これはカメラですね。今撮影しているカメラと、あとこのカメラを交互で使ったりしているので、普段使わない時はこっちに置いてます。あと最近は外出する機会が減っちゃったので、あまり使わなくなってしまったオズモポケット。手ぶれがしにくいカメラなので、よく外で撮影する時に使っていました。会社用のパソコンをこっちに置いています。仕事以外では全然使わないパソコンなので、使わない時はずっとこっちに置いてます。で、下がこういう感じ。この台が本当におすすめで、前動画で撮ったので、気になった方はそちらもチェックしてみてください。これは京友華で買ったボックスで、このサイズがちょうどよくて、ここにぴったりでした。左側のボックスにはこういう計算機とか、あと家計簿グッズですね、こういう置いていて、ハサミもなぜかこっちに入ってる。ここには普段仕事中とかメモをよく取ったりするので、その時にさっとメモが取れるようにこっちにまとめておいてます。小学校の時とかに買ったメモ帳が大量にあるので、こういうのなんか懐かしくないですか？あ、そうそう。こういう感じで箱を買う時とかパパッと文字を書いたりするので、こういう時にここから適当に取って使ってます。ちょっとずつ減らしていってます。仕事用の手帳とかプライベート用の手帳でしょ。日記、仕事で使うもの、封筒は毎月使うのでここにストックしていて、あとは切手類ですね。切手もよく使うのでこっちに分けてまとめてます。あとはここは花ポストグッズですね。ポーチもこっちに置いてます。上の段が普段使わないカードとかお薬手帳とかかな、置いてるので個人情報があったりするので、ここはお見せできません。ここはしんちゃんグッズ、小さいお裁縫グッズ、計算機で、この中にはコード類が入ってます。電池は結構すぐなくなっちゃうのとかがあるので多めに補充してます。あとはこういう椅子とかが届いた時に入っていたこういうなんかネジっぽい、名前なんて言うんだろう、こういうのとかも一応取っておいてるけど、これ多分ダイソーかな。こういうのたくさんあるけどずっと取っておいてたら溜まっちゃうんですよね。だから定期的に見直さないといけないですね。あとはこっちがお薬入れになっています。で、一番下がラッピングコーナーで、こういう感じでリボンとか、こういうちょっとしたカード、シールとかラッピング用品がたくさん入っています。そうですね。これもリボンで、結構大きめの封筒とかスケッチブックがあるので、それはここに全部立てて入れてます。一番下がちょっと片手で取り出しづらいんですけど、キャンドルを大量買いしちゃったのでまだまだたくさんあって、当分は買わなくていいくらいの量があるので消費していきます。秋田の掃除機、このお家ではまだ一度も使っていないヨガマットを置いています。なかなか使わないんですよね。収納棚でした。で、その隣に行くと IKEA の台でなんかシンプルだなと思って
こうやってシールを貼ってました。キャンドルを置いていて、でこっちはリモコン、エアコンのリモコンとポップインアラジンのリモコンと普通の照明のリモコンです。でこっちに除菌のアルコールシートが入っています。無理やり入れた感。このケースは無印で買いました。ここはお気に入りのコーナーです。これはどこで買ったっけ。これはお気に入りのティッシュケースです。ちょっとマットな色が好きで、あとあまり見ない形の丸型のティッシュケースだから可愛いと思って楽天で買いました。フライングタイガーで買った記憶のある置物、線のところにカードが差し込めるようになっています。これは妹からの誕生日プレゼントのビューリーのオイルです。もう見た目が可愛いのでインテリアの一部にもなるからここに置いて、でたまに寝る前に使ってます。後ろにはイソップのルームスプレー、オロウスアロマティックルームスプレーです。普段ベッドルームに置いてるんですけど、撮影で使ったのでここに置いてます。でこの下にはアロマスプレーを作るために買ったスイートオレンジ、これは無印で買いました。発火油、これとこれを混ぜて、あとエタノールで作りました。 IKEA で買った充電器の収納ケース、前のお家にいた時に買ったもうすっごいお気に入りのテーブルです。本当に買ってよかった。重量感もあって主に食事をする時に使っているテーブルです。ここで iPhone を充電していて、コースターは普段よく使うのでテーブルの上に置いていることが多いです。そしてまさかの後ろのディスクに収まらなかったちょっと大きめの椅子、この椅子の座り心地を聞かれたんですけど、この椅子のクッションがないとちょっとお尻が痛くなっちゃうかもしれない。椅子の下の部分に丸いフェルトをつけていて、それで床が傷つかないようにしています。はい、続いてこちらのデスクです。絵日記とかあとスケジュール帳をデコしたりするのが好きなので、それ専用の机が欲しくて楽天で購入しました。パソコン作業がしやすくなるアイテムです。ちょっと横長かな。奥行きはあまりないです。でもその分お部屋が広く見えるからいいかなと思ってこのサイズにしました。でこれが消しカスクリーナーで意外と使えます。色塗ったりする時に使っている大量のコピック以外のペンも何本か置いてるけどほとんどがコピックですね。あとは消しゴムとかセロハンテープもこっちに置いてて、鉛筆削りとか引き出しが2つだけついていて、一番上はプリンターのインクとかのり、まるちゃんに似ているもので、ここの部分を使って封筒を開けることができます。でも使いすぎて最近切れ味がちょっと悪くなってきました。で2段目が下敷きとかポストカードを置いてます。で色鉛筆とかにあんまり定まってはいないです。前の家から持ってきた椅子、クッションはさっきと色違いでフランで2色買いしたものです。毎日オフィスに出勤していた時期にこれを会社で使ってたんですけど、今は毎日出勤ではなくなったので家に持ってきました。デスクの隣にプリンターがあって、その上にパソコンを置いちゃってます。10万人記念の盾、 YouTube の盾、床に置いちゃってます。こっちに置いた方がいいかな。ここに置いておきます。プリンター用の用紙が置かれてて、その上にシールですね。色見本帳みたいな本もあって、マスキングテープとか、あとインクの返しがたくさんあります。インクはすぐなくなっちゃうので、これぐらい予備を準備していると安心です。小銭用のポチ袋だけどあんまり使わないのでたくさんある。一番下はメモ帳が多いかな。ちょっとした一言を書くメモ帳がこんな感じで入ってます。こういうのはよく使うのですぐに取り出しやすいところに置いておこうと思って、こういうのとか、あとはペンですね。
ペンもすごいたくさんある。ポストカードとレターセットはこの箱の中に入れています。サイズがぴったりすぎて、こことシンデレラフィットだと思いたいけど若干取り出しづらいです。私の作業用のデスクでした。でこっちには本物の観葉植物スッキリブレンドを入れてます。ここにテーブルがあって、こちらがキッチンです。冷蔵庫でこんな感じ。キッチンはまた別で動画を撮ろうと思っています。